たった1分間で60分歩くよりも引き締まる方法をご紹介します。皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日はヒップアップ、そして足痩せに抜群の効果があるカニ歩きというのをご紹介したいと思います。というのもウォーキングというのは同じ動きの繰り返しなので、どうしても使われる筋肉が固定化されてあまり代謝が上がりにくいんですね。ですから体を引き締めるという意味ではウォーキングがベストな選択でないこと結構多いんです。ですから今日はその問題点を改善してたった1分で60分のウォーキングよりも筋肉を効率的に使う方法をご紹介したいと思います。今日も体の仕組み一緒に学んでからエクササイズをしていきましょう。早速解説をしていきますが、ウォーキング自体は非常に素晴らしい運動です。リフレッシュできたりストレス解消もできますし、歩く時の測定からの刺激というのは脳へ非常に刺激が伝わりますから、集中力や記憶力の向上、さらには認知症などの予防にもつながっていきます。しかし体を引き締めるという意味では2つの問題点があります。まず1つ目は前後の動きしかないので、どうしても太ももの前で大臀筋というお尻の筋肉、使われる筋肉が固定化されてしまうんですね。逆に言うと横の動きを止めてくれる中臀筋、または片足としてバランスを取るときに必要な内ももやこの中臀筋のバランス能力というのがあまり鍛えられないんですね。そして人の足を細くするには内ももやお尻、こういった筋肉が効率的に働くから、無駄な力が太ももやふくらはぎに入らなくなって全体的に綺麗な足のラインができてくるわけです。そして2つ目の問題点は股関節の動きが小さいこと。よく歩く時の目安として万歩計で歩数を数える方は多いと思うんですが、実は日常生活の中でこの股関節の曲げ具合、こちらの方が足のラインの引き締めには非常に重要になってきます。これは1つ目の問題点でもお話をしましたが、お尻の筋肉を効果的に使うためにはしっかり股関節を曲げることによってヒップに力が入る。そしてお尻が太ももや膝、ふくらはぎの負担を分散してくれるから、足も細くなるし膝の痛みの予防改善ができるという状態です。ちなみにこの2つ目の股関節の動きの問題というのは現代人の生活習慣に大きく関わっています。日本人って昔は雑巾掛けをしてしっかり股関節を曲げていたわけですが、それが今は掃除機に変わり和式トイレが洋式トイレに変わってしまい、どんどん股関節を曲げる機会が少なくなっていますね。ですから今日はこれらの問題を全て解消して股関節を曲げた状態で横歩き、つまりカニ歩きをするということによってウォーキングで使えなかった筋肉を効果的に使うエクササイズをご紹介していきます。しかし今日の動きもうまく股関節が使えていない方が急にやっても逆に太ももの負担が増えて太くなってしまう方もいらっしゃいますから、今日は股関節がどのくらい皆さんが使えているかのチェック、そして効果的に足痩せするためのウォーミングアップ、最後にたった1分間で効率的に足のラインが引き締まるカニ歩きというのを紹介したいと思います。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。それではチェックから行いましょう。足を肩幅、人差し指とお皿の向きを揃えて深く屈伸をしていきます。この時にお尻に力が入る方はバッチリです。それに対して太ももやふくらはぎにギュッと力が入りすぎる方、これは NG です。今の感覚覚えておいてもらって、エクササイズ後どのように力の入り方が変わるかチェックをしていきましょう。はい、では足を肩幅に開いて内側外側にしっかりと股関節を柔軟にしていきます。この股関節がちゃんと動くかどうかで足のライン引き締まるか太くなるか大きな分かれ目です。どうですか皆さん、内側と外側やりやすい方やりにくい方はないですか？苦手な方をたくさんやってください。自分の足の歪みに気づきを持っていきましょう。歪んだままたくさん歩いてもどんどん足の歪みがひどくなってしまいますから、こういったストレッチの中で歪みを整えること、そうするとストレッチの効果が何倍にも上がっていきます。はい、深く息を吸ってゆっくり口からはーっと吐いて、あと10秒頑張って目いっぱい呼吸をしながら、これはまだ楽ちんですね。ここからちょっとずつしんどくなるかもしれません。はい、 OK。 でそこからですね、足をちょっとねねじった状態、ちょうどこのねじった状態で後ろに向かってツイストします。脇腹がねじれていく感覚プラスこの膝を持ち上げていくと内もも力が入ります。よいしょ。内ももと腹筋、ここをつなげて使えると歩くたびにウエストラインが締まります。どうですか？上げた方のこの内もも、そして脇腹力入ってます？内転筋と腹斜筋、これは筋肉が機能的に連結していますから、この感覚ある方はどんどんウエストラインが締まります。
内ももがね細くなります。目いっぱい吸って長く吐いて、そして胸がねじれる感覚出る方は非常に睡眠も深くなりやすい。胸はね日常生活硬くなって自律神経が乱れる原因です。はい、いいです。今度は反対側ツイストしたら、まず胸をしっかり張って腕は外回し。いいですよ。そのままツイストしていきます。膝を上げながらツイスト。ちょっと窮屈に感じてもいいです。硬い人ほどしっかりねじりを深くしていきましょう。この座り方も左右差はないですが、しっかり自分の体に気づきを持つことが大切です。長く吸って吐く、吸って吐く。呼吸をしながら脇腹にも力を入れて、いいですよ。深呼吸忘れずに。呼吸を深くすればするほど体は柔らかくなってきます。いけそうやったらもう1センチ深く。そう、ナイス。まだいけるんじゃないですか。はい、自分の限界を超えていきましょう。限界は超えるためにあります。ただ痛めないようには気をつけて。OK。 じゃあこの動きですね、パタパタ動きを重心移動まで加えていきます。はい、それではスペース確保しながらいきましょう。右と左交互に。はい、これ股関節の柔軟性、そして重心移動ですね。バランス能力の向上にも効果があります。はい、この動きのまま繰り返してしっかり股関節周りほぐしましょう。これでつっちゃう方はかなり筋肉が弱っていたり、普段逆に酷使しています。辛い時は手をついてもいいですから、よいしょ、できるだけ動ける幅を増やしてください。よいしょ、重心深く沈めて、よいしょ、この股関節、ここを折り曲げる、折り曲げる、よいしょ。どうでしょう。右左やりにくい方があったら苦手な方ばっかりやってもいいんですよ。差をなくすことが大事。普段足組む人はやりやすさに違いがあるはずです。いいです。で、次のストレッチ、太ももの前ですが、これきつい人はオプションのストレッチにしてください。はい、足は拳1個幅、膝を地面に近づけて交互にタッチ。目いっぱい息を吐いて吸って、ゆっくり吐いて吸って、太ももの前、だいたい四頭筋が伸びていきます。太ももが太くなる人はこの筋肉使いすぎです。これ硬いな、痛いなっていう人は伸ばした方がいい。このまま硬いまま放置をしていくと、使いすぎて鍛えられすぎて太くなります。どうですか。ウォーキングや何か運動をして足が太くなっちゃったっていう経験ある人は使いすぎですから、しっかりとストレッチでケアをしてあげてください。いいですよ、その調子で。これ膝が痛いとか足首が辛いっていう時はオプションのストレッチで構いませんから選んでいきましょう。伸ばしているのはね、太ももの前一緒です。はい、次の種目もちょっとしんどいのでオプションでも大丈夫ですよ。オプションの方はね、反対の足入れ替えてオプションの種目やっておいてくださいね。このまま後ろ、太ももの前の筋肉がビヨーンと伸ばされてます。耐えてる時に、戻る時に縮む、伸びる、縮む。もうやってる感覚としてはほぼ筋トレ。めちゃめちゃしんどい。はい、太ももの筋肉が喜んでいます。これはしんどいわけではありません。はい、しっかりとももを意識して、ナイス。骨盤、お腹、頭一直線。深く呼吸して、はい、45度ぐらい倒れたらもう十分。よいしょ。きつい時はもっと浅くていいし、無理はしないで。昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。はい、膝ができたら、閉じれたらバッチリ内ももまで締まります。最後2種目でおしまいですからね。 OK。 ではちょっと休憩がてら四つ這いになって、はい、お尻を後ろ前、ヒップヒンジ。これ股関節のエクササイズです。しっかりと足の付け根、ここを使えるかどうかで足のラインは決まります。股関節を使うとヒップが上がります。で、無駄な負担が太ももからなくなっていきますから、太ももやふくらはぎは痩せていくわけです。足を細くしたい方はいかに無駄な力を入れないか、そのためには普段使っていない筋肉をしっかり動かして負担を分散することが大事です。
結構ね細くしようと思って筋トレ頑張る方が多いんですけども、引き締まりはするんだけども細くなるとはまたね意味合いが違ってくるので、自分のなりたい体型にね合わせて適切な運動を選んでいきましょう。目いっぱい息を吐いて吸う。いいですよ。さあもう一丁。 OK。 じゃあその動きから今度は実際のこの後のクラブウォーキングにつながっていきます。しっかりと引いていきましょう。お尻を引いてアップ、引いてアップ。前にお尻を突き出すときにお尻がキュッと締まる。股関節曲がってお尻、前の関節使って、そしてお尻で上がる。はい、その調子。目いっぱい息を吐いて吸う。これがウォーミングアップ最後の種目。はい、メインのエクササイズよりもウォーミングアップですね、こっちの方がしんどいかもしれません。はい、しかしこれをするだけでメインエクササイズの効果が何倍も上がっていきますから、美しい足、細いボディライン一緒に作っていきましょう。もう一息。はい、あと5秒いきましょう。もうちょいもうちょい。きつい時は休憩しても大丈夫。でもちょっぴり頑張りましょう。いいです。さあこれでウォーミングアップが終了しました。もうヘトヘトかもしれませんが、ここからが本番、クラブウォーキング。カニのように横歩きをしていきます。ポイントは人差し指とお皿の向きを揃えた状態、そしてお尻をしっかりと引いたポジションでヒップに効かせていきましょう。それではスタートです。はい、では深く曲げて、このまま右左どちら向きでも構いませんので、深く曲げながらしっかりと動いていきましょう。ウォーキング。手はどこでもいいです。楽なところ振ってもいいですよ。で前半30秒はこのままで、お尻にしっかり力が入るようにしっかりお尻を引いて後ろ。いけますか？膝が前に出てしまうと太ももが太くなりますからね、しっかりお尻を引いて。はい、さあでまだいけるって方、もっとヒップアップしたいって方は深くよいしょ。はい、めちゃめちゃしんどいです。はい、うわ筋肉が喜んでいます。お尻、そしてここまでいったら太もも、ふくらはぎ、いろいろしんどいですけど頑張って、人差し指とお皿の向きを揃えて、できるだけ頭の位置を低いまま、そう、もう一息。あと5秒。せーの、よいしょ。OK。はい、どうでしょうか。最初と比べてちゃんとヒップに力が入ってきますか？そしたらどんどん足のラインが綺麗に変わっていきます。こういった解剖学を学べば、普段歩くだけ、そして生活するだけでも確実に美しく健康に変わっていきますから、ぜひ一緒に学んでいきましょう。本気で体を変えたい方は概要欄の方からオンラインで学べるストレッチの学校 YouFit 1週間無料体験をしてみてください。定期的にライブレッスンで皆さんのご質問にも回答していますから、そちらでお会いできるのを楽しみにしています。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。